韓国プサンキジャン郡。目の前は漁船かな。たくさんの船が並んでる。着いた1軒目の手熟パプ屋さんから車で来た。目の前は港町っぽい店がたくさん並んでる。ここキジャンに来てリアルに感じるプサンカルメリ。カモメの鳴き声でテンション上がってきた。こんな港の前に来たら海産物を食べんとあかん。キジャンの街をコチュワサビが今日も行く。穏やかな波を感じてると、イワシ広場。そう、ここキジャンはイワシが有名なことでも知られてる。一帯が全部イワシ。手前にも奥の方にも小さなイワシ。もちろんイワシも食べたいけど今日はちょっと違う。この辺はデビョンハという港。あれ、ここってマイムータイガの撮影地やったんちゃう？そんな映画の雰囲気とは違い、穏やかな時間が流れてる。ほら、どこ見てんの自分。ほんまにこの辺一帯は海産物を提供してる店がめちゃくちゃ多い。魚は泳ぎ、貝は水に浸かる。俺は海風に吹かれて気持ちいい。いや、めちゃくちゃ寒い。この日は今年一番の寒波やった。はよ行こ。もう目の前に見えてきてる。寒いけど海好きやからテンション上がるわ。着いた。早くもっこし。함께 바다로 뛰어들자。今日のお店は無人ジャンフェッチ。おるやんこいつ食べに来てん。なんでブランコあん？いや俺さっき運動してきてん。ほらめちゃくちゃおるやん。もう目合いすぎてるって。そんなあいつを捕まえに来ました。入店です。いやー、やばいぐらい寒かった。落ち着いてこちらのメニュー。ここのメインメニューはブンジャンゴ。ハングルでもアナゴって書かれてる。一皿が2人前。その他には刺身の盛り合わせやったり、マダイ、カレー、ヒラメのお刺身、あとはアワビのおかゆもあったりする。食事メニューもちゃんとあるやん。ってことで注文していこう。 아나고 주시고요. 그리고 좋은 데 하나 한 편 주세요. 예. 1軒目では出そう飲んだから、ここではちょうんでいい。刺身屋さんっぽくテーブルにはビニールが敷かれてる。そんな中用意してくださった基本のおかずはペッキンチとひじき、うずらの卵にアナゴの骨を揚げたもの、そして落花生、きな粉が振りかけられたキャベツ、ニンニク、人参、青唐辛子、サムジャンとニンニクとごま油が入ったマッチャン、そしてサンチュ、わさび、ひときわ目立つ特製チョジャン。刺身屋さんらしく一気にいろいろ出てきた。気になんのいっぱいあるけど、とりあえずキュキュッときた。瓶には焼酎が息をするとスッキリさがよみがえるって書いてる。行くでぐる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 。目の前の海は穏やかやけど、この中では渦を巻いてるぜローリング。ここでもプサンカルメギ。俺の手も空に浮いた瞬間、カモメと共に大空を駆け巡る。プサンキジャン郡でのチョウンデイ一杯目。気分に酔いしれる木枯らしや波間に響くイワシ歌。ありがとうございます。やっぱり調子乗ってんのがこれだけでもわかる。ペロッ。実はこれが気になってたんよ。アナゴの骨を揚げたもの。あかん、わしじゃ全然取られへん。やっぱりアナゴは滑りよる。やはりこういう時には手づかみや。すぐさまパクリ。もちろん揚げてるからすごい歯ごたえあんねんけど、そんな食感の中に隠れる香ばしさ、これは止まらん。よーくばパクリ。海の前ではすぐ調子乗る。今日はちょうんでいいかもしらんけど、明日は頭痛いでいになるかもしらんで。ただ毎回プサンに来ると次の日は頭痛いでいになってます。あれ、向こうの方から泳いでくる音が聞こえる。ふわふわ。こんな形でアナゴの刺身が来んの？日本じゃ薄切りにされてんのは結構見たことあるけど、こんなん初めて見た。じゃあ早速一口。あ、落としてもた。
可愛らしく見えてたのにマジか。油断してたらその食感でカウンターパンチ食らってる。一口目やから何もつけんと食べたけど、まあなんかつけて食べた方がいいのは分かった。ただこの食感よ、石膏のような一つ一つ弾力がある。お待たせしました。もうすごい存在感のこのチョジャン。これこそが無尽ジャンやで。そんな特製チョジャンをまずはすくう。どんな味なんやろ。ペロ、酸っぱさの中から湧き出る甘さ。これは癖になんで。まずはここに穴子を銀の釣り竿で一本釣り。お皿にのせる。そしてこの無尽ジャンチョジャンを少し上からかける。入れすぎたらあかん。この味だけになってまうから。そしてまんべんなく混ぜる。混ぜてる間に我慢できんと口との距離がだんだん近づく。ええ感じ。パクリ。基本的には淡白な身の魚やからこのチョジャンとよう合う。一食事一本って決めてんねんけどな。波の音に重なっていく焼酎を継ぐ音。なかなかこれを目の前にしたら我慢できひんで、グイグイと言ってしまう。うずらの卵を1個取り、なぜか頭で割る。ほら調子乗ってる。中からプルンと小さな卵。韓国のお刺身屋さんではこういうおかずがたくさん出てくるから落ち着くにはちょうどいい。そしてここが本丸、きなこやで。これお刺身屋さんできなこ、正直言うと俺は初めて見た。確認してみてもやっぱりきなこってことはこれやろ。ビールを遠くに飛ばす。引っかかった穴子を捕まえ、きなこが待つキャベツの上に。そしてこのチョジャンを適量、やはり上からかける。もちろん穴子入れずにチョジャンだけ入れて混ぜるっていう手もあるけど、一緒に味わってみたいやん。このきなことチョジャンで、そこにキャベツもプラス。できたできた。初体験やで。一口、ほわほわとした穴子の食感にキャベツのシャキシャキ感、チョジャンの隙間からほんのり出てくるきなこの優しい甘み。うわ、俺これ好きかも。うまっ。ひじきで一休憩。こういうのはまた海が見える場所で食べたりするとうまかったりすんのよ。コリコリさが脳に響く。次はわさびをごっそり。上からお醤油をかけてあげ、穴子を捕まえに船が出港。作ったわさび醤油に少しつける。もちろんこれは安定的な美味しさ。まあ無難よね。次はこのマッチャンを混ぜていく。ああ、下からごま油のええ香り。サンチュを1枚確保。韓国ならではのお刺身の食べ方。穴子が草原に降り立つ。そしてこのニンニクをつかみ、さっき作ったこのマッチャンにつける。穴子に寄り添う。まだまだ寄り添いたいやつがいる。唐辛子も乗せて穴子漁が一段落。すべての具材をサンチュに巻いたらあとは食べるのみ。カモメの鳴き声。しゃあない、連れてったろ。俺が逆に天国に連れて行かれてるかもしらん。 Go to Heaven への階段を駆け上る。ぐぐっといっぱい。そしてサムは一口で。ほんまにいろんな食べ方ができるから飽きずに食べれる。穴子もそうやけど白身魚にはこのマッチャンはようある。あと俺が好きなのはこれ。普段生人参なんてほとんど食べへんけど、マッチャンがあるとペッキンチで口をリセット。残った人参もマッチャンにつけかっこよく。おかずに手を出してしまうと止まらない。このひじきもチョジャンの虜になる。いろんな食べ方をしてきた中で俺が気に入ったのはやはりこれ。ここの穴子の刺身は食感で食べる。それが一番生かされる食べ方ちゃうかなと俺は思うわけよ。キャベツの食感にきな粉という驚き。そんなプサンでの一人での宴に花を添える焼酎。さあそろそろ俺の手元にもマイクが回ってきた。港のバラミ山地を흔들며穴子の刺身침대에 살포시 요리했대. 마늘과 토가라시와 아지노 맞을 듯이 다치 그치노 나카테 춤이 시작되어夢を엎드렸네. 아나고의 시로와 보세키のように빛나고 양배추와 기나코 기묘한 단pen계기 진소 조장 싱크의 노랫소리 響く가운데 입에
飲む主人公등에 날개가 야돌이出す초록빛が静かに기울어질 때마다 잔の中の갈매기 부드럽게笑いかけひじきの물결이 혀끝에 웃다届け좋은 데이가 단디心を채워줬대キジャンのカモメとコラボした後はアナゴの刺身を分けていく。それをまたキャベツの上に乗せる。少しでも残ってないか要注意。アナゴの刺身はこれで最後となる。なかなかこういう食べ方したことないから新鮮で楽しかった。最後のアナゴの食感を感じながらアナゴは海に帰っていく。こうなってしまったら次はこれやろ。ピンポーン。 매운탕 하나 주세요. 밥은요? 예, 밥도 하나 주세요. 밥 하나. 예. 頼んでやった。待ってる間には落花生。こういうのって1個食べてしまうと止まらんよね。狂ったようにずっと食べてしまう。パクパク。こんな開け方するやつ見たことあれへん。まだかなメウンタン。どんな形で出てくんのか気になんねんけど。パク。手持ち無沙汰で人参を。待ってる間手と口がずっと動いてる。あれ聞こえてくる。刺身屋さん言うたら最後はこれやろ。ちょうどええ感じのおかず類も出てきた。あ、うまそう。やはり一杯飲んだ後は必須のメニュー。具もいっぱい入ってるわ。辺り全体湯気に包まれる。やはり重要なのはスープやろ。すぐ飲みたがる。アナゴがあんだけ美味しかったんやから期待大。きた。 GoTo ヘブンへの扉がもう一度開く。いやー、拍手出てもうた。基本的にメウンタンの中に入ってるのは魚のアラ。スープにはこっからエキスがいっぱい出てるし、骨は多いけど身はホロホロ。ほんまに生き返る。オープン。アナゴも白くご飯も白い。予算にも雪降んねんな。真ん中からスパッと。だいぶ大きかった。それをまた半分にして持ち上げる。メウンタンを目の前にしたらご飯がぐんぐん進むくん。塩なんメウンタンのスープでご飯を流し込む。俺は一歩一歩進んでいく男。ご飯をスープに浸す。すぐ救出。海の前のライフセーバーが目を光らせる。パクリ。これも最高。締めのご飯が入ってその後向かう先はキムチ。色してる。キムチは地方によって全然味が違う。キョンサンドの方は濃い味付けしてるところが多い。このイカの塩辛もここで作ってる感じがするよね。パク。うわー、これもうまい。あかん、あいつの出番になってまう。カモメに餌を与えてしまった。いやー、正直こういうメウンタン出てくると飲んでしまうよな。締めやのにな。じゃあそろそろあいつの出番。トゥッペキの中から同じように具材を取っていく。スープも同様。残しておいたアナゴちゃん。なんだかんだでこれがラストアナゴ。見てたら食べたくなってくるわ。冬のプサンでも雪が降ることを証明してやる。真っ赤に染まったアナゴちゃん。温泉から出てパクリ。やはりこのアナゴの食感はメウンタンにも負けない。一口でアナゴほぼいってもうたけど、お豆腐もパクリ。ラストはこれで締めくくり。砂浜を走り抜けてドボン。あれドボン。絶対にこれせんと終わられへん。ほらほらほら。混ぜながらもう我慢でき。完全なフルコース。このじゃこ炒めも食べていく。てかおかず全部うまいねんけど。ご飯、キムチ、ゴールデンルートが完成したと同時に食事が終わる。いやー、めちゃくちゃうまかった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ほんまにこいつのおかげで今日はチョウンデイやった。だから最後の一滴まで。てかこれプサンの方言？この辺での夕食はやはり海の目の前に限る。ってことで潮の香りを嗅ぎながら最後の一杯。
最初これが美味しかったからね。ちょっと残ってるな。もったいないよな。落花生、穴子の骨を揚げたもの。うずらの卵もや。ホテルでのおつまみ。よし、あれ入りきらんかったやつは俺の胃の中へ。釜山キジャン郡のデビョン藩の近くにある穴子の刺身屋さん。この辺来たら絶対また来てまうで。歯ごたえのいい穴子とメウンタン、そして海の前で食べれるという幸せ。いやー、大満足や。なんかライトアップされてる橋がある。ヘウンデとは違って周りに光がなくて穏やかな海っていうのもなかなかええよな。そういや、これ持ってきたからね。ちょっと一口だけ食べよう。海を見て穴子の骨をかじる。いや待てよ、ここで食べてたらカモメに取られる。取られる前に帰ろうなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモコスミだ。